第一章メイリアンという存在は時代を超えていた。こんにちは。今日ご紹介するのは、虫と共に生き、科学と信仰の狭間で激動の人生を送った女性、マリア・シビラ・メイリアンの教科書には載っていない驚きの生涯です。17世紀にして昆虫の変態を正しく描いた女性、メイリアンの名前を聞いたことがありますか？実は彼女、17世紀の時点で昆虫は変態によって成長するという真実を描いた最初の人物の一人だったんです。当時、昆虫の成長は突然現れると信じられていました。例えば、ウジ虫は腐った肉から自然に生まれると考えられていたんですね。しかしメイリアンは、自らが育てた蝶や蛾を観察し、卵から幼虫、さなぎ、そして成虫へと変化する過程を丹念にスケッチし記録しました。これは後に完全変態と呼ばれる現象で、今では当たり前の生物学の知識ですが、当時は非常識な考えでした。つまり彼女は科学がまだ迷信に縛られていた時代にあって、肉眼と観察力だけで真実を突き止めた人物なんです。科学者でもあり信仰者でもあった彼女の葛藤。ところが、そんな彼女にも大きな葛藤がありました。それは神の創造した世界を科学で説明することに対する迷いです。メイリアンは敬虔なプロテスタントでした。彼女にとって自然を観察するという行為は神の意志を読み解く信仰の一部でもあったのです。例えば、昆虫の複雑な模様や羽の精密な構造を描くとき、彼女はそれを神の設計図を記録する行為だと感じていました。科学と宗教は対立するものと思われがちですが、メイリアンにとってはむしろ一体のものだったのです。芸術家としての評価より博物学者としての精神性。多くの人はメイリアンを昆虫の絵を描いた美術家として紹介します。でも実は彼女の本質はそこではありません。彼女が描いた昆虫や植物はただ美しいだけではなく、生態系における関係性や生息環境を正確に反映していました。例えば、イモムシがどの葉を食べ、どの植物に卵を産むかまでを絵とともに記録した初めての人物と言っても過言ではありません。今でいう生態学的視点ですね。それが300年以上前に、しかも一人の女性によってなされていたことは驚きに値します。つまりメイリアンは芸術家でありながら科学者、信仰者でありながら観察者、そして時代の限界を超えて真実を記録した女性だったのです。でもこれはまだ序章に過ぎません。彼女の人生の本当の冒険はここから始まるのです。第2章、女性一人で南米へ。前代未聞の科学探検。52歳、娘と2人きりでスリナムへ渡航した理由。52歳の女性が当時はまだ未開の地と呼ばれた南米スリナムへ。しかも娘と2人きりで今では考えられないようなこの行動をマリア・シビラ・メイリアンは1699年に実行しました。当時のヨーロッパでは女性が一人で科学調査のために海外へ渡航するなど完全に常識外れのことでした。なぜ彼女はそんな無謀な決断をしたのでしょうか？それは熱帯の昆虫と植物を自分の目で見て観察したかったから。これまでの標本画や記録では満足できず、彼女は現地で生きたままの姿を描きたいと願ったのです。オランダ領だったスリナムは植物や昆虫の宝庫。彼女はそれまで貯めた慈悲をつぎ込み、誰にも頼らず自分の意思だけで旅立ちました。まさに命がけの科学遠征だったのです。奴隷との交流が生んだ知られざるフィールドノート。そしてスリナムでの彼女の観察にはもう一つ見逃せない側面があります。それが現地の黒人奴隷たちとの交流です。ヨーロッパ人が彼らを単なる労働力としか見なさなかった時代、メイリアンは彼らの持つ植物の知識や虫の習性に真剣に耳を傾けていました。例えば、ある植物がどんな薬効を持つか、どの虫がどの季節に現れるのか、現地の人々の知識は彼女のフィールドノートに数多く記されています。これはヨーロッパ中心の視点では見落とされがちな知の共有の実例です。メイリアンは知識を得る相手に身分や人種を問わなかった。その態度こそ彼女が本当に科学者であった証と言えるでしょう。熱帯での病気と過酷な環境、命を懸けた調査の実態。ただスリナムの自然は美しいだけではありませんでした。高温多湿、猛毒の昆虫、野生動物、そして風土病。彼女はそこでマラリアや赤痢に悩まされ、命の危機に直面します。
それでも彼女は倒れながらもスケッチを続けたと記録されています。昼は熱帯林での観察、夜はランプの明かりの下での細密な制作。その姿勢は今日の研究者にも通じる現場主義そのものです。残念ながら病状は悪化し、2年の滞在を予定していた旅はわずか1年半で切り上げざるを得ませんでした。でもその短い期間に彼女が残した記録は今もなお研究者たちに引用され続けています。52歳で南米のジャングルへ渡った一人の女性。彼女は神殿だけを武器に文明の遥か彼方で観察を続けました。そしてただ絵を描いただけではなく、奴隷と対話し、植物の声に耳を傾け、虫の世界に没頭したその旅は、人間の好奇心と信念がいかに時代の常識を超えるかを証明しているのです。第3章教会。学会から無視された女の観察眼。当時の男性科学者たちからの霊障と偏見。メイリアンが南米から戻ってきた1701年、彼女は貴重なスケッチと観察記録を持ち帰り、大きな成果を収めたはずでした。しかし彼女を待っていたのは学会からの無視でした。その理由は単純です。彼女が女性だったから。当時の科学界は完全に男性によって支配されており、女性の研究者は最初から真剣な知識人として見なされていなかったのです。どれだけ正確な記録を残しても、どれだけ優れた観察眼を持っていても、それは絵描きの趣味として片付けられてしまう。中には聖職者の女性が虫を描くなんて悪魔的だとまで言われたこともあったそうです。メイリアンはまさに時代の壁と戦い続けた観察者だったのです。それでも出版したスリナム山昆虫変態図譜の衝撃。それでもメイリアンは諦めませんでした。1705年、自費で大作スリナム山昆虫変態図譜を出版します。この本は単なるスケッチ集ではありません。昆虫の生態、食性、ライフサイクル、植物との関係などを実地で観察した上で記述した、まさに博物学の金字塔でした。何よりも特徴的なのは、描かれている虫や植物が生きているような構図で描かれていること。当時の標本画は虫だけが単体で描かれるのが一般的でしたが、メイリアンは虫と植物の関係性を一つの絵の中に収めました。これは後の生態学や自然史の概念に先行するもので、現代の研究者たちはこの本を科学と芸術の融合の先駆けとして再評価しています。当時の男性科学者たちもこの本の精度には驚き、ようやく一部の彼女の功績を認め始めました。自然は神の設計図、信仰と科学の融合思想。メイリアンの研究にはもう一つ忘れてはならない視点があります。それは信仰者としての彼女の眼差しです。彼女は昆虫の成長や自然の秩序を神の意志として受け止めていたのです。例えば蝶のさなぎの中で起こる不可思議な変化や、イモムシが自分の体を壊して再生するプロセス、それら全てを彼女は神の緻密な計画だと捉え、その神秘に触れることが自分の使命だと信じていました。だからこそ科学的な観察を続けることが信仰を深める行為になっていたのです。今の視点では矛盾して見える科学と宗教が彼女の中ではむしろ補い合って深い探求心を生み出していた。それがメイリアンという人物の本質でもありました。時代に理解されなかった女性、それでも自分の観察眼を信じて出版という手段で世界に訴えたメイリアン。彼女はただの博物画家ではありません。見えないものを見る力で科学と信仰をつないだ先駆者だったのです。第4章メイリアンの娘たちもまた偉大な観察者だった。ジョージュ・ドロテアとの親子探検隊秘話。マリア・シビラ・メイリアンの人生を語る上で忘れてはならない人物がいます。それが彼女の長女ドロテア・マリア・グラーフィン。スリナムへの探検に同行し、母のそばで昆虫を採集し、スケッチをし、記録を取り続けた。まさに親子で作った科学園生態だったのです。彼女たちは現地で共にジャングルを歩き、虫を瓶に入れて持ち帰り、夜は並んで観察し、絵を描きました。母が描き、娘が記録し、時には逆の役割もこなす。こうしてメイリアンの研究は家族という単位で支えられていたのです。このようなスタイルの科学探求は当時の男性科学者にはなかった発想でした。家族で観察し、家族で学ぶ、それは後の市民科学の先駆けともいえる存在だったのです。娘の手によって残されたメイリアンの未発表作品たち。メイリアンは1717年69歳で亡くなります。その後彼女の研究や
あまり知られていません。実はここでも娘たちが大きな役割を果たします。特にドロテアは母の死後、未発表のスケッチや観察記録を整理し編集出版するという仕事を一手に引き受けました。またもう一人の娘ヨハンナはオランダで画家としても活躍しながらメーリアンの絵画スタイルを受け継ぎ多くの図版を仕上げていきました。つまりメーリアンの業績の陰には2人の娘による保存と継承の努力があったのです。もしこの働きがなければ彼女の図譜は時代とともにうずもれ、今日私たちがメーリアンの名を知ることもなかったかもしれません。女性による科学の系譜を作った母としての顔、マリア・シビラ・メーリアンはただ自分が観察しただけではありません。彼女は自らの手で育てた娘たちに見ること、記録すること、伝えることの大切さを教え、それを人生そのものとして渡していったのです。それは学校や大学のような場ではなく、家庭という最も身近な環境で行われた知の継承でした。このスタイルは19世紀以降の女性博物学者やナチュラリストたちにも影響を与えていきます。メーリアンのように家の庭で観察を始め、母から学び自然を描くことで世界とつながる。その意味で彼女は女性による科学の系譜の創始者とも言えるのです。母から娘へ、学問が権威ではなく日常の中にあった時代、メーリアンの家族はまさにそれを体現していました。虫を愛し自然に耳を澄まし知識を娘に託した。その静かで力強い物語こそ今こそ多くの人に知ってほしいメーリアンのもう一つの顔です。第5章、なぜメーリアンは現代で再評価されているのか。ダーウィンより150年前に自然選択を直感していたマリア・シビラ・メーリアンの観察記録を今の生物学者が読むと驚くことがあります。それは彼女が生物は環境と関係しながら変化していく存在と捉えていたという点です。実際彼女のスケッチにはイモムシがどの植物を食べどんな環境でさなぎになるか、その行動パターンまでが詳細に描かれています。これはチャールズ・ダーウィン博士が起源を発表する150年も前のこと。もちろんメーリアンは進化論そのものを語ったわけではありませんが、彼女の記録からは生物が生態系の中でどう生き残るかという視点がすでに見て取れるのです。つまりメーリアンの観察は単なる博物画ではなく生物学の未来を先取りした驚くべき記録だったのです。フェミニズムと環境思想から再発見された存在。20世紀後半になるとメーリアンの名前は再び注目を浴び始めます。そのきっかけとなったのがフェミニズムの台頭と環境思想の広がりです。学問の世界においても女性の知的貢献を再評価しようという動きが広まり、メーリアンのような忘れられた女性科学者の存在が次々と見直されるようになりました。さらに自然との共生を重視する現代の視点から見れば、彼女の虫と植物と人間の関係を一つの絵に収めるアプローチはまさにエコロジカルな感性そのものでした。彼女は虫を美しく描くためだけに観察したのではありません。自然を一つのつながった命の網として捉えていたのです。この考え方は現代の自然保護運動や生態系保全の思想とも強く結びついています。21世紀に入りドイツ紙幣や美術館で再び脚光を浴びる理由、そして21世紀メーリアンはようやく国が誇る偉人として公式に評価されるようになります。1990年代のドイツでは彼女の肖像が50ドイツマルク紙幣に採用されました。これは国家が彼女の業績を科学と芸術の両面で認めた象徴的な出来事でした。またヨーロッパ各地の美術館や自然史博物館でも彼女の作品が再展示され、多くの人々がその繊細な筆記と観察力に驚嘆しました。なぜ今彼女の脚光を浴びるのか。それは自分の目で見て感じ描いたものだけを信じたその姿勢が現代にこそ求められているからではないでしょうか。ネットの情報があふれる今だからこそメーリアンのように自分で観察する力、物事を見極める目が改めて評価されているのです。マリア・シビラ・メーリアン、彼女は時代の枠を超えた観察者であり科学の扉を開いた女性でした。彼女の静かなる革命はフェミニズムの時代にも環境危機の時代にも私たちに問いかけ続けています。あなたは本当に自分の目で世界を見ていますか？